筆塗りの最大の敵、それは筆そのものです。筆を捨てて、筆を一切使わない筆塗り、本当に存在するのか。さあ、検証していきます。今日紹介するこの塗装方法は、筆ムラが全く残らないだけでなく、広い面でも均一で綺麗な面に仕上げることができます。ステップも非常にシンプルなので、プラモを始めたばかりの初心者でも簡単にマスターできますよ。円卓63美少女プラモチャンネルへようこそ。ナースロボタイプ T です。今日は少し省エネモードで楽にプラモデルを塗装する方法を紹介しましょう。まずはこの方法に欠かせない最も重要な2つのツールを紹介します。1つ目はカーレリさんのカレイトカラーワークスの水性塗料です。今回の塗装方法でこのブランドの塗料を使うのにはいくつかの理由があります。1、希釈する必要がなく、最初からこの塗装方法に最適な濃度になっていること。2、隠蔽力が非常に優秀で、重ね塗りの回数を大幅に減らせること。3、レベリング性が極めて高く、塗料が自然に平らに馴染むため、失敗しにくいこと。最後に、ボトルの設計が優秀で、塗料が空気に触れて乾燥するのを防ぎ、このように直接押し出して使えるので非常に便利です。まさに、手軽にプラモ製作を楽しみたい人のために作られたかのような塗料ですね。そして、この魔法のような塗装方法を成立させる2つ目のコアツール。そう、100円ショップで入手できるメラミンスポンジです。なぜ一般的な筆の代わりにメラミンスポンジを使うのか、それにはいくつかの優れた特性があるからです。1、スポンジの微細な穴が余分な塗料を吸収し、塗るときには適量を排出してくれます。簡単に言えば、塗料の量を自動的に最適な範囲にコントロールできるのです。2、面で接触するため、塗り跡とはおさらばできます。3、硬さがちょうどよく、カッターやハサミで好みの形状に簡単にカットできます。そして最後にして最も重要なこと、使い終わったらそのまま捨てられるので、筆を洗う時間も体力も必要ありません。私の省電原則にぴったりですね。しかも100円で信じられないくらいのこの量です。この方法の科学的な原理を説明する前に、まずは基本的なやり方を実演します。皆さんはリラックスして見ていてくださいね。まずは先ほどの塗料をしっかり振って混ぜます。次にメラミンスポンジを扱いやすいようエッジのある角棒状にカットします。そして塗料をスポンジの角に直接押し出します。準備ができたらスポンジをパーツに直接当てて優しく塗料を薄く伸ばしていきます。塗っている最中に塗料が足りないと感じたりズレが出始めたりしたらステップ3と4を繰り返してパーツ全体に均一な塗膜ができるまで塗っていきます。1回目が完全に乾いたら先ほどのステップ1から5を繰り返して2回目を塗っていきます。使用する色やパーツの成型色によって異なりますが2から3回ほど重ね塗りを繰り返せば非常に綺麗な発色になります。ここまでのステップを全てのパーツに繰り返してご覧ください。ナースロボスペシャルカラー仕様エントリープレートのニューガンダムの完成です。とても綺麗で均一に仕上がっていると思いませんか？しかも机の上には洗わなければならない筆が1本もありません。最高ですね。以上がこの塗装方法の基本ステップです。すでに私のバッテリーの 30% を消費してしまいましたが、皆さんが失敗しないために、ここからは各ステップの重要なポイントと注意事項を、記録を振り絞って詳しく解説します。しっかりメモしてくださいね。1、塗料の攪拌。とにかく、思いつく限りの方法でしっかり振って混ぜてください。ただし注意点として、水性塗料は沈殿が早いです。特にメタリックカラーは、124時間ほど放置すると色と溶剤が完全に分離してしまいます。そのため、使用前に振るだけでなく、塗装中もこまめに振って、塗料の安定性を維持してください。手抜きは禁物ですよ。2、スポンジの形状。基本は角棒状にカットしますが、塗る場所に合わせて太さや形を自由に変えてみてください。へこんだ場所を塗るときはこのような尖った形に、広い平面を塗るときは大きな斜面にカットすると効率が上がります。ここで私の省電テクニックを一つ、逆作用ピンセットでスポンジを挟むことで、簡易的な持ち手を作ることができます。狭い場所が塗りやすくなるだけでなく、手も疲れにくくなります。3、スポンジの吸収特性の活用。基本はスポンジの角に塗料を出して塗りますが、塗料が多すぎる場合は、
塗料のついていない別の角で余分な液を吸い取ることができます。ただ、塗装していると必ず角棒では届かない死角が出てきます。そんな時は、スポンジの吸収力という特性を活用します。例えばバーニャーのような凹んだ部分には、まずパーツに塗料を直接乗せて、その後スポンジで余分な塗料を吸い取りながら、他の場所へ移動させて伸ばします。最終目的は塗料を平らにならすことですから、スポンジに先に出しても、パーツに直接垂らしても、どちらでも大丈夫です。皆さんの使いやすい方法でどうぞ。4. 塗る時の力加減。塗る時は、軽く素早く動かすのがコツです。最初は、このようなディテールのない平面のジャンプパーツで練習することをお勧めします。シュッと後ろに数回引くだけで、1回目はこれで完了です。ディテールの多いパーツの場合、へこみに塗料が溜まりやすいので、スポンジで優しく吸い取って量を調整してください。手首の力をコントロールして、スポンジが表面に軽く触れる程度にしてくださいね。強く押し付けすぎると、気泡が発生してしまいますから。5. 塗料の補充とスポンジの交換。スポンジを動かしている時に、かすれを感じたり、色が薄くなってきたなと思ったら、それが塗料追加の合図です。パーツ、またはスポンジに直接塗料を足して、もう一度伸ばしてください。逆に、うっかり塗料を出しすぎてしまっても慌てずに、スポンジの使っていない角を使って、優しく吸い取れば大丈夫です。また、スポンジのそれぞれの角は、だいたい4から5回くらい塗ったら面を変えてください。塗料はスポンジの上でも徐々に乾燥していくため、長時間同じ場所を使い続けると濃度に影響しますし、塗料が溜まりすぎると気泡が出やすくなります。このように4つの角を使い切ったスポンジは、先端を少しカットすれば、また新しく使い続けることができます。6. 乾燥時間と重ね塗り。パーツを塗り終えたら、自然乾燥させます。作業環境にもよりますが、およそ20分から30分ほどで表面が乾燥し、手で触ってもベタつかなくなります。2回目を塗るまでの待ち時間ですが、時間に余裕があるなら、一晩置くのが一番確実です。個人的には、30分くらい待って重ね塗りしちゃっても、大体問題ないです。ただし、重ねるときは極力優しい力で塗ってください。そうしないと、下の層を物理的に削り取ってしまう恐れがあります。あともう一つ、パーツのエッジには少し気を配ってください。カレイドの塗料は流動性が高いため、エッジの塗料は乾燥する前に流れ落ちやすいです。色が薄い場合は、エッジの部分だけ1回か2回多めに重ね塗りしてあげると、綺麗に仕上がりますよ。あとは、自分が満足するまでこのステップを繰り返すだけです。これで、筆を一切使わないメラミンスポンジ塗装作品の完成です。無事に完成しましたので、私は充電に入り、退勤の準備をします。それでは、また次回。YouTube の広告がまだ出てこないから、まだ上がっちゃダメなんですか？なんというブラックチャンネルだ。5本。先ほどの実演を見て、不思議に思った方もいるかもしれません。ここからは、少し電力を消費しますが、科学的な視点から、このメラミンスポンジ塗装方法の原理を解説します。実は、広い面の筆塗りが成功するかどうか、その最大の鍵は塗料の濃度にあります。塗料が濃すぎたり粘り気が強すぎたりすると、レベリング性が低下し、乾燥時間も短くなります。結果として、塗料が筆痕を自然に鳴らす前に乾燥して固まってしまい、肉眼ではっきりとわかる筆痕が残ってしまうのです。逆に、塗料が薄すぎると、定着力と発色が悪くなり、パーツ表面に液たまりができたり、塗膜が不均一になったりします。一般的な筆塗りでは、塗料をパレットやウェットパレットに出し、経験に基づいて希釈して濃度を調整します。しかし、筆先の状態や塗料の乾燥速度は時間とともに変化し、濃度に影響を与えます。これらを完全にコントロールするには、多くの技術と経験が必要で、初心者には少しハードルが高いですね。ですが、このスポンジ塗装方法は、初心者の方が最も苦労するその技術の壁を完全に取り除いてくれます。筆が不要、希釈が不要、そして塗料が途中で乾燥してしまう心配もありません。なぜ、そのようなことが可能なのでしょうか？科学的原理、その1、塗料をスポンジに垂らしたとき、吸い込まれているように見えますが、実はメラミンスポンジの材質自体は、液体を一切吸収しません。極めて微細な構造による毛細管現象によって、
塗料をスポンジの細かな隙間に吸い上げているだけなのです。つまり、塗料はスポンジの繊維の内部に染み込んでいるのではなく、隙間に留まっているんです。イメージとしては金属たわしと同じです。水は金属の隙間に留まっているだけで、金属自体には吸い込まれていません。だからこそ、塗料は水分を奪われることなく、塗装している間、ずっと一定の濃度を維持できます。これは、均一に塗り広げるのに、非常に有利です。その2、スポンジがパーツに接触して動くとき、塗料は毛細管現象と表面張力の働きにより、飽和状態のスポンジ内部から乾燥しているパーツの表面へと自然と移っていくのです。さらに面白いことに、パーツの凹凸に塗料が溜まりすぎた場合、逆にスポンジで吸い取ることができます。なぜなら、メラミンスポンジは塗料に触れた後、理想的な含み具合を維持しようとするからです。パーツの表面に触れた際、その面の乾き具合に応じて、自動的に塗料の量をコントロールを行います。パーツ表面が乾燥していれば、スポンジから塗料が放出され、逆に濡れすぎていれば、余分な塗料を吸い戻してくれるのです。簡単に言えば、メラミンスポンジの自動調整メカニズムは、塗膜を常に理想的な量に調整する役割を果たしているのです。そのため、均一な塗膜を形成しやすくなります。乾燥後は、表面が滑らかで美しくなるだけでなく、塗膜の密着性と強度も大幅に向上します。その3、カレイドの塗料の濃度は、スポンジと完璧な相乗効果を発揮します。カレイドの塗料はもともと一般的な水性塗料よりも濃度が低く、その分コスパの面では少し落ちるかもしれませんが、この調整済みの濃度こそがメラミンスポンジに最適なのです。これ以上濃いと跡が残りやすく、逆に薄すぎると気泡が発生しやすくなります。さらに、ボトルの設計により塗料が空気に触れるのを大幅に防げるため、塗料の最適な濃度を長期間キープできます。つまり、使うたびに毎回濃度を調整する必要が一切なく、かなりの省エネになりますね。その4、スポンジが安価で頻繁に交換できるという強みです。広い面を塗る際、一番面倒なのはツールに残った古い塗料と新しく付けた塗料との間に生じる粘土差です。一般的な筆を使う場合、筆先の状態をリセットするために頻繁に筆を洗わなければなりません。メラミンスポンジなら、数回塗るごとに位置を変えるか、あるいは切り落として新しいものに交換すれば済みます。これにより、パーツに触れる塗料を常にベストな潤った状態にキープできるのです。これが、ムラのない綺麗な面に仕上げるための大きなポイントになります。要するに、メラミンスポンジと適度な濃度の塗料が組み合わさることで、私たちの手の中で塗料の量を勝手にコントロールしてくれる精密塗料研究システム、ザスポンジへと変化するのです。使い方と力加減に少し慣れれば、誰でも薄く、そして平滑で美しい塗装面に仕上げられますよ。これが、物理の法則がもたらす、究極の省エネ、というわけです。最後に、皆さんが抱きそうな疑問と、いくつかの注意事項をまとめました。残り 30% のバッテリーを絞り出して、一つずつお答えしていきましょう。まずナースロボとして、安全面の話はスルーできません。メラミンスポンジの原材料はメラミンとホルムアルデヒド。成形後は安定した樹脂ですが、皮膚に長時間触れたり、微細な削りカスを吸い込むことには、健康上のリスクがあります。また、ラッカー塗料の溶剤はスポンジを劣化させるだけでなく、有害なガスが発生する危険性もあります。マスターの健康指標を維持するためにも、溶剤系塗料との併用はおすすめしません。どうしてもラッカー塗料で試したい場合は、手袋はもちろんのこと、必ず換気を行い、防毒マスクを着用してください。どんなに作業に夢中になっていても、マスターの体調管理こそが、プラモ製作における最優先事項ですからね。2つ目の質問、他のメーカーの水性塗料でもこの方法は使えますか？結論から言うと、濃度さえ適切なら、他社の水性塗料でも問題なく使えますよ。ただ、メーカーによって乾燥速度やインペール区、ベレリング性に差があるため、塗り心地や仕上がりは、今回の測例と少し変わってくる場合があります。また、同じブランドであっても、色によって濃度が違う点には注意が必要です。例えば、こ
このカレイトのゴールドはかなりシャバシャバしているので、直接スポンジに出して塗るのには向いていません。もしどうしてもこういったサラサラした塗料を使いたい場合は、一度パレットに出して5分から10分ほど放置してみてください。水分を少し蒸発させて粘土を開けてから使うと、直接塗るよりもずっと扱いやすくなりますよ。3つ目の質問、塗装前にパーツを洗う必要はありますか？せっかく時間をかけて塗装するのですから、その前に少しだけ手間をかけてパーツをきれいに洗浄するのは非常に理にかなった選択です。最近のキットは理系剤が残っていることは稀ですが、素手でパーツを触っていると指の皮脂や汚れがパーツに付着してしまいます。これが原因で水性塗料を弾いてしまうことがあるんですね。そこで塗装の前に超音波洗浄機と中性洗剤を使ってパーツをお風呂に入れてあげましょう。皮脂や削りカスなどの微粒子を完全に洗い流せるだけでなく、塗装前のちょっとした儀式のような感覚も味わえますよ。4つ目の質問、1回目を塗り終わったと判断する目安はありますか？艶消しであっても光沢であっても、塗料が濡れている状態の時はどちらも光を強く反射します。ですので塗装中はパーツ表面の光の反射具合を見極めます。塗料がこのように均一に光を反射し、表面の歪みや凹凸が消えて綺麗な濡れ艶になった状態が最も理想的です。乾燥すると塗膜が驚くほど滑らかで美しい表面に仕上がりますよ。5つ目の質問、艶消しや光沢のクリア、サーフェイサーでもこの方法は使えますか？もちろん可能です。カレイドの艶消し、光沢クリア、そしてサーフェイサーもボトルから直接出してこの塗装方法で塗ることができます。サーフェイサーと艶消しは基本は1回均一に塗るだけで十分です。光沢クリアの場合はだいたい3回重ね塗りをすることで非常に美しい光沢感に仕上げることができますよ。6つ目の質問、この方法はマスキングテープと併用できますか？はい、使えますよ。ただしマスキングテープを貼る際は基本をしっかり守ってテープとパーツの表面を完全に密着させてください。それとテープの縁の部分に塗料が溜まりすぎないように注意してくださいね。そうしないとテープを剥がす瞬間に塗膜が一緒に引っ張られて連れて行かれてしまい、せっかくの苦労が大惨事になってしまいますから、剥がすときはゆっくり慎重に剥がしてくださいね。最後の質問、メイク用の化粧スポンジで代用できますか？ダメです。最大の理由は化粧スポンジの吸収力が強すぎるためです。塗料をのせるとそのほとんどがスポンジの奥深くに吸い込まれてしまい、強く押し付けない限り表面に塗料が出てきません。化粧スポンジでメラミンスポンジと同じように塗ろうとすると表面がすぐに乾いてしまい失敗しやすくなります。ただしその高い吸収力のおかげで逆にドライブラシやスポンジポンポンで特殊なテクスチャーを出したい時には最高のツールになりますよ。以上が今回の筆を使わない、筆も洗わない、究極のズボラ塗装方法の完全攻略です。手の力加減を少し練習すれば初心者でも必ず美しく仕上げることができますよ。さて、今回使った塗料はメーカーさんから提供していただいたので、しっかり宣伝をして私の労働報酬を稼がなければなりません。ナースローの私でさえ性能を疑ってしまうほど圧倒的に塗りやすいこの塗料を体験してみたい方はぜひ概要欄にあるリンクとプロモコードを使用してください。皆さんは 10% の追加割引を受けられますよ。ぜひぜひ使ってくださいね。私のバッテリーは本当に限界を迎えました。皆さんも早速手を動かして試してみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回の動画が少しでも参考になったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますね。バイバイ。